グリプス戦役解説、連邦軍作戦史、戦局推論、アルファ世界、年表日付 UC0083 年12月4日、ティターンズ結成、UC0085 年7月31日、30番地事件、UC0087 年3月2日、エウーゴによるガンダムマーク2号です。UC0087 年5月11日、ジャグロー攻撃、UC0087 年6月8日、グリプス2移設 UC0087 年8月10日、アポロ作戦 UC0087 年11月2日、キリマンジャロ作戦 UC0087 年11月16日、ダカール演説、議会選挙 UC0087 年12月7日、18番地壊滅 UC0087 年12月14日、21番地毒ガス事件 UC0088 年1月18日、ゼダンの門破壊からグリプス2選挙 UC0088 年2月2日、メールシュトローム作戦 UC0088 年2月22日、最終回戦艦隊戦でティターンズ敗北、初見者のために戦役の流れを先に抑える。グリプス戦役は地球連邦軍内部で生まれた強硬派組織ティターンズが宇宙移民者スペースノイドへの弾圧を拡大し、反連邦勢力を一括して治安の名目で潰そうとしたことから始まる内戦である。これに対し反地球連邦組織 AEUG エウーゴが立ち上がり、地上では協力組織カラバが呼応し、さらに小惑星アクシズを根拠地とする旧ジオン残党勢力、後のネオジオンが帰還して三つどもえとなる。戦役の勝敗は MS の性能では決まらない。正当性の獲得、補給と拠点の維持、そしてグリプス2、すなわちコロニーレーザーという戦略兵器の掌握で決まった。 UC0087 年3月2日のガンダムマーク2号脱で火がつき、同年11月のキリマンジャロ作戦とダカール演説で連邦の正当性が揺らぎ、12月のコロニーレーザー発射と毒ガスでティターンズの暴走が露呈する。 UC0088 年2月2日のメールシュトローム作戦でエウーゴがグリプス2を奪い返し、2月22日の最終回戦でティターンズは事実上壊滅する。これは機動戦士ゼータガンダムが描いた連邦内部崩壊の戦争である。第1章30番地事件、ティターンズという連邦の中の別の国家。発端は一年戦争の終結ではない。 UC0083 年のデラーズ紛争で連邦は宇宙の脅威に対する恐怖と怒りを再燃させる。連邦上層は再びスペースノイドが牙を向くという前提で治安組織の権限を肥大化させ、 UC0083 年12月4日、ジャミトフ・ハイマンの提唱で地球圏治安維持軍隊ティターンズを結成する。ティターンズは本来残党狩りと治安維持の名目で動く部隊であるが、権限の強さと地球至上主義の思想が結びつき、組織は短期間で連邦の中の別の組織へ変質する。彼らは司法や議会の統制を飛び越え、軍の名で政治を動かし、反抗する側をテロと規定して殲滅する論理を作り上げる。決定的な転換点が UC0085 年7月31日の30番地事件である。ティターンズはサイド1、30番地に毒ガスを注入し、住民を虐殺する。ここで重要なのは虐殺の規模だけではない。事件後も連邦は徹底した説明責任を果たさず、ティターンズは罰されず、むしろ恐怖支配の実効性を学習する。宇宙の住民から見れば、連邦は守ってくれる国家ではなく、ただの暴力装置へと変化した。抵抗は倫理ではなく生存の選択となり、反地球連邦組織エウーゴの存在が存在感を増す。エウーゴは連邦の枠外にいる反乱軍ではない。連邦軍人、官僚、企業、アナハイムエレクトロニクスまで含む連邦の別系統であり、ティターンズに傷つけられた連邦の正当性を取り戻す運動体である。ここから戦争は二重構造になる。表向きは治安維持と反乱鎮圧であり、実態は連邦とは何かという定義の奪い合いである。第2章グリーンの秋週、ガンダムマーク2号脱が
戦争を可視化する部隊が動くのは UC0087 年3月2日である。エウーゴはサイド7のグリーンの泡グリプス1でティターンズの試作ガンダムマーク2 3機を強奪する協力したのがサイド7に住む民間少年カミーユ美団である。カミーユはティターンズ将校に侮辱され怒りのままにガンダムマーク2へ乗り込み戦闘の渦に投げ込まれる。ここで戦局推移の第一の要点が生まれる。エウーゴは武力でガンダムマーク2を奪うがその戦果は弾圧に抗う象徴として世論を動かす。さらにエウーゴの中心にいるクワトロ・バジーナ大尉はその正体を伏せたシャア・アズナブルである。彼が連邦軍籍を得た元ジオンの英雄である事実はティターンズにとっては敵対の口実でありスペースノイドにとっては希望のアイコンとなる。ティターンズ側の現場指揮はバスクオムが担い若手のジェリド・メサがガンダムマーク2の奪還作戦に従事する。エウーゴ側の表の指導者はブレックス・フォーラ准将であり艦隊の中核は強襲巡洋艦アーガマである。ここへ後にブライトノアが合流し艦隊運用の骨格が固まる。兵器面でもここからが本番である。ガンダムマーク2に搭載されたムーバブルフレームの思想は以後の MS 開発競争の軸となる。エウーゴはアナハイムの技術とガンダムマーク2のデータをもとにゼータガンダムを完成させ戦場の主眼を機動戦力の軽戦力へ移す。ティターンズは対抗して高性能機を次々と投入し連邦軍内部の内戦が宇宙世紀の工業力を最も無駄に消耗する形で回転し始める。第3章ゼータ計画可変 NS 開発競争と整備回転の戦争。グリプス戦役を1年戦争と決定的に分けるのは戦場の中心が物量から稼働力へ移った点。1年戦争の連邦は事務を大量生産し数で押し切る設計を選んだ。だがグリプス戦役の連邦は内部で割れ同じ工業基盤を互いに食い合う。ティターンズは連邦正規の予算と基地能を持ち最新兵器を優先配備できる。エウーゴは正規の補給能を持たずアナハイムの支援と鹵獲回収に頼り作戦ごとに整備と弾薬と部品をかき集める必要がある。だから戦局を左右するのは何機持っているかではなく何機を稼働状態で前線に投入できるかになる。この構造の中心にあるのがゼータ計画だ。ムーバブルフレームを核に可変機構を組み込み宇宙と大気圏内の両方で高機動戦を成立させる。ゼータガンダムは象徴としては英雄の剣、作戦士としては少数の高性能機で多方面作戦のための装置である。高機動機は戦術の自由度を増やす一方整備負荷と補給負荷を跳ね上げる。可変機構は損耗しやすく推進系と姿勢制御系の点検時間を奪い熟練の整備兵と十分な予備部品がなければ前線維持ができない。結果としてエウーゴは一戦ごとに艦のドックと月面都市の交渉へ戻る必要がありその戻る時間はティターンズにとって最大の攻撃機会となる。さらに厄介なのはアナハイムが正義の味方ではない点だ。企業は理念で戦わず発注と利益で動く。エウーゴを支えつつも連邦正規の巨大市場を捨てきれず結果として兵器技術は地球圏全体に拡散していく。ティターンズが次々と新型機を投入できた背景には連邦の制度と企業の論理がある。グリプス戦役とは英雄譚の裏側で整備兵の睡眠と輸送船の回転と工場の稼働率が血を流す戦争なのである。第4章ジャブロー攻略戦。地上へ落ちた内戦は正当性を奪い合う。こん内戦の恐ろしさは戦場が宇宙で終わらない点にある。ティターンズは宇宙の鎮圧だけでなく地球連邦政府の中枢を握り地上の基地網と議会を抑える。エウーゴは宇宙で勝っても地球の政治を取り戻さなければ勝利にならない。 UC0087 年5月11日エウーゴは連邦軍ジャブロー基地を攻撃する。ジャブローは1年戦争期の地下大要塞でありここを叩く意味は軍事拠点の破壊以上に連邦イコールティターンズではないという宣言に他ならない。
撤退の過程でエウーゴは地上協力組織カラバと接触し、ハヤト小林を中心に補給線と情報線を得る。後にアムロレイもカラバへ合流し、地上戦は火力だけでなく英雄の影響力を得る。一方でティターンズは地上でも強攻策を加速する。ここで重要なのは、彼らが敵の殲滅ではなく、反抗の目を恐怖で積むことを主目的にすることである。地上戦は拠点の占領戦ではなく、住民と議会に対する恫喝戦へ変質する。エウーゴは正面衝突を避け、都市、基地、輸送路の要所でティターンズの威信を砕く戦い方を選ぶ。結果として戦線は伸びず、代わりに情勢は揺れる。内戦は短期決戦にならない。人物相関もこの時期に濃くなる。ティターンズ側ではジェリドがカミーユの宿敵となり、戦場の因縁が政治闘争と絡み合う。ティターンズの試験部隊に痛々しい運は組織の暴走に嫌悪し、やがてエウーゴへ転じる。逆にエウーゴ側のデコアロンドは理解者を求める心の隙を突かれ、後にティターンズへ傾倒する。さらにティターンズはニュータイプ研究を軍事化し、強化人間を戦場へ投入する。カミーユがコウムラサメと出会い救えず別れた経験は、戦局の推移とは別の軸で彼の精神を削り取る。戦闘に勝っても人は救えない現実を突きつける。第5章ゼダンの門グリプス2移設が戦略兵器戦争を確定する。 UC0087 年6月8日、ティターンズはコロニーレーザーグリプス2をゼダンの門へ移設する。これは単なる施設移動ではない。内戦を戦略兵器争奪戦へと変えてしまう。ゼダンの門は宇宙交通の要衝であり、ここにレーザーを据えればサイドと月を同時に脅せる。ティターンズは法と議会の統制を離れ、地球圏を重工で統治する構造を完成させる。つまり以後の作戦は艦隊を沈めるより撃てる位置を奪うことが価値になる。この段階でティターンズの弱点も確定する。戦略兵器は強いが使った瞬間に正当性を失う。撃てば勝てるが撃てば正義が成り立たない。ティターンズはこの矛盾を抱えたままエウーゴを追い詰めるために恫喝を繰り返す。エウーゴは逆にティターンズに撃たせることで政治的孤立を深めさせ、最後に奪うという長期戦の形をとる。ここから戦局推移の第2の要点が生まれる。内戦は勝つ戦術ではなく、相手を自滅させる構造を作れた側が勝つ。第6章アポロ作戦。月面都市フォン・ブラウン吸収とティターンズ内部の亀裂。ティターンズが本格的に連邦を乗っ取る軍隊へ変貌したことを示すのが UC0087 年8月10日のアポロ作戦である。ティターンズは月面都市フォン・ブラウンを襲撃し、一時占拠する。軍事的には補給拠点とアナハイムの影響圏を叩く作戦であり、政治的には月ですら連邦の領域であるという威嚇である。しかし作戦はエルーゴの反撃だけでなく、ティターンズ内部の足並みの乱れによって数日で撤退に追い込まれる。ここで露呈するのはティターンズが兄弟である一方で、内部に野心と派閥を抱え、戦略目的が治安から権力闘争へ転出している現実である。その象徴が木星エネルギー輸送戦術キトリスの帰還に伴って登場するパプテマス・シロッコである。シロッコは純軍人ではない。巨大プロジェクトを背負って帰還し、権力の空白に自らを差し込む政治技術者である。彼はバスクの粗暴さを嫌悪するふりをしながら、彼らの暴力を利用して上層へ食い込む。結果としてティターンズは外から見ると単一の怪物に見えるが、内側では別々の怪物が互いを食い合う構造となる。同じ8月、エウーゴ指導者ブレックス・フォーラが暗殺される。エウーゴは指導層の空洞化という痛手を負う。ブレックスの思想は連邦の正当性を保ちながらティターンズを止めるという政治性の強いものであり、その不在は組織を現場主導へ押し流す。現場は英雄を求め、クワトロとカミーユへの依存が強まる。第7章アクシズ機関。三つどもえが誰も止められない戦争を作る。 UC0087 年10月12日、アクシズが地球圏へ帰還する。アクシズは旧ジオン山島の避難所であり、同時に連邦が恐れるスペースノイドの武装勢力の象徴である。エウーゴはアクシズと接触し、共闘の可能性を探るが、交渉は決裂する。続いてアクシズはティターンズと同盟を結ぶ。初心者が混乱するのがここである。なぜティターンズがジオン山島と組むのか。
答えは単純で、ティターンズの目的が治安維持ではなく権力維持へ変質しているからである。外敵を作り恐怖で統治する装置にとってアクシズは便利な外敵であり、便利な同盟相手でもある。アクシズ側もまたティターンズの権力を踏み台にして地球圏へ復帰する狙いがある。両者は理念で結ばれていない、互いを消耗品として扱う契約である。三つどもえは戦術の選択肢を増やすが戦争を混乱へ導く。ティターンズはアクシズの兵力を借りてエウーゴを潰そうとするが、アクシズは決して本気を出さない。エウーゴはティターンズを倒すにあたってアクシズを無視できないが、共闘すれば連邦の正当性を失う危険がある。ここで戦局推移の第3の要点が生まれる。内戦に第三勢力が入った瞬間、勝利条件が曖昧になり、各陣営は勝つより負けないために動く。戦場は混乱し、人的損耗は増える。人物相関もこの時期に決定的になる。クワトロはシャアとしての過去を背負い、ハマーンターンと対峙する。ハマーンはシャアをジオンの旗として取り戻したいが、シャアは連邦内部からティターンズを崩す道を選ぶ。カミーユは大人の政治の思惑を理解できないまま戦場で結論を迫られる。ティターンズ側ではシロッコがサラザビアロフらを通じて人心を支配し、女性将校の心理へ食い込み、組織の内部統制を忠誠ではなく依存へと作り変える。レコアがエウーゴから離れてティターンズへ傾くのは単純な悪意ではない。戦争が人間を孤立させた帰結である。第8章キリマンジャロ作戦。地上拠点の崩壊が議会を動かす。 UC0087 年11月2日、エウーゴは連邦軍キリマンジャロ基地を襲撃し、基地を崩壊させる。キリマンジャロはティターンズの地上拠点であり、ここを叩く意味は地球上でもティターンズは無敵ではないと示すことである。地上戦の勝敗は拠点を占領するよりも支配の恐怖を覆すことができるかで決まる。エウーゴとカラバは正面衝突を避けつつ要所でティターンズの威信を砕く戦い方を選ぶ。軍事的な成功法ではないが内戦においては効く。恐怖で支配する側は恐怖が通じなくなった瞬間に支配が成立しなくなるからである。キリマンジャロ以後、ティターンズはより露骨に情報統制と弾圧を強めるが、連邦内部の中間層にこの組織は連邦ではないという認識が広がる。ここでエルーゴが必要としたのは勝利数ではなく連邦議会へ届く言葉である。第9章ダカールの日。シャアの名乗りが戦争の正当性を決める。 UC0087 年11月16日、ダカールでクワトロ・バジーナが演説を行う。ここがグリプス戦役の政治的クライマックスである。クワトロは連邦議会の場でティターンズの暴走を告発し、自らがシャア・アズナゴルであることを明かし、宇宙移民者を敵として扱う統治は破綻すると断言する。ダカール演説の効果は宣伝ではない。連邦の中枢にティターンズは連邦ではないという説得力を持ち込み、軍事内戦を政治内戦へ可視化した点にある。ティターンズはここで武力だけでは勝てない局面へ追い込まれる。彼らは追い込まれただけより露骨に暴力へ傾倒することになる。同時にこの演説はエウーゴにも重い宿題を残す。シャアという名は強力だが、彼が掲げる理念はすぐに政策へ変換できるほど単純ではない。地球中心の連邦構造、スペースノイドの不満、企業の軍事利権が絡み合う宇宙世紀で正義を掲げるだけでは戦争は終わらない。内戦の終結には政治の安定を必要とする。だがこの時点でエウーゴはすでに消耗し、指導層は薄い。勝った後の国家像が曖昧なまま戦争は最終局面に転がり込む。第10章コロニーレーザー発射。18番地壊滅と毒ガスがティターンズを孤立させる。ティターンズの暴走が不可逆になった瞬間が UC0087 年12月7日である。ティターンズはコロニーレーザーグリプス2を使用し、サイド2、18番地を壊滅させる。戦略兵器を同胞に向けて撃つ組織はもはや治安組織ではない。国家の安定を脅かす暴力装置である。さらに12月14日、ティターンズはサイド2、21番地に毒ガスを注入し、住民を全員虐殺する30番地事件の再現であり、ティターンズが罰されなかった成功体験を繰り返した結果である。
ここで戦局推移の第4の要点が確定する。ティターンズは軍事的強者であり続けるが、政治的には敗者になる。支持を失った軍事組織は戦略兵器を握っていても、最後には民衆の死は得られない。エウーゴ側も無傷ではない。戦場は苛烈になり、カミーユは勝つたびに精神を削られる。エマは最前線で責任を背負い、ブライトやテンケンダ指揮官は兵を生かす撤退と戦局を動かす前進の間で判断を迫られる。尊王は戦力だけではない。関係が壊れ、信頼が摩耗し、裏切りが生まれる。ティターンズに転じたレコアは、個人の感情と組織の暴力が絡み合う危うい立場へ追い込まれる。第11章、ゼダンの門崩落、アクシズの実力誇示と同盟破綻、シロッコの台頭。UC0088 年1月18日、アクシズは小惑星アクシズを昇格として用い、ゼダンの門を崩壊させる。これは基地攻略ではない。交渉相手の度胸を試すための宇宙規模の恫喝である。さらにアクシズはその混乱に乗じてグリプス2コロニーレーザーを小中に収める。この時点で戦略兵器の主導権はティターンズでもエウーゴでもなく、ハマーンの政治判断に従属する構図へ切り替わる。そして UC0088 年1月25日、転機が同日に重なる。まずアクシズとティターンズの交渉は破綻し、密約は解消される。次にジャミトフ・ハイマンが暗殺される。これによりティターンズは連邦の正当性を名乗るための政治的な柱を失う。残るのは武力と恐怖支配だけであり、その武力の運用はパプテマス・シロッコの個人権力へ急速に収束する。同じ1月25日、ペズンでは反乱が起こり、連邦軍そのものの統制も揺らぐ。つまりこの局面でティターンズは外では同盟を失い、内では政治の看板を失い、さらに正規軍の基盤にも亀裂が入る。以後のティターンズは組織としての統制をカリスマに依存した危うい軍事機械となる。第12章、メールシュトローム作戦、グリプス2奪還が決めた社会と最終回戦。 UC0088 年2月上旬、エウーゴはメールシュトローム作戦を発動し、戦局の主導権を艦隊の数ではなく射程と制御によって奪い返す。作戦の狙いは単純である。グリプス2、すなわちコロニーレーザーの運用権を握り、撃つか撃たないかを決める権利をティターンズでもアクシズでもなくエウーゴが奪取する。戦略兵器は持っている側が勝つのではない。射程、照準、指揮系統、そして発射の政治的リスクを引き受けられる統制を同時に満たした側が勝つ。この局面でアクシズはティターンズとの密約が限界に達したと目し、恫喝の質を変える。小惑星アクシズそのものを質量兵器として扱い、月面を人質に取るという脅迫で連邦の政治と軍事の双方に同時にくさびを打ち込む。これにより戦場の勝敗だけではなく、撃てば取り返しのつかない政治的崩壊が起きうる状況が作られる。だがメールシュトローム作戦が決めたのは、ここから先の選択肢をエウーゴが握るという事実である。エウーゴは艦隊戦と局地戦の積み重ねによってグリプス2の運用権を奪い、照準と操作を抑えた上でアクシズの落下軌道を月面から外す。これは兵器の奪取それ自体が勝利なのではない。落下という恫喝を実害へ変える前に射程と制御の側から脅迫を無効化したことが勝利なのである。戦略兵器は撃った瞬間に勝つのではない。撃たずとも相手の勝ち筋を消し、次の回戦の条件を固定した側が勝つ。こうして UC0088 年2月下旬、三つどもえの最終回戦へなだれ込む。ティターンズはジャミトフの死によって政治の屋台骨を失い、シロッコ個人の野心に引き寄せられた軍事組織へと変質している。アクシズは兵力と外交の両面で余力を残し、最終局面で自らが消耗しない立ち回りを選ぶ。エウーゴは射程と運用を握った上でティターンズを撃てば勝てる位置へ押し込んでいく。 UC0088 年2月22日、戦局は決着へ傾く。ティターンズは壊滅し、パプテマス・シロッコは戦死する。最終盤、シロッコは自用で戦場を支配しようとするが、カミーユのゼータガンダムとの死闘の果てによる。ティターンズはここで戦える組織として終わる。クワトロは行方不明となり、カミーユは精神の均衡を崩壊させる。勝利は英雄が決めたのではない。
ゼダンの門崩落で同活の現実が示され、政治の支柱が折れ、メールシュトローム作戦でグリプス2が奪われ、最終回戦で中心人物であったシロッコが落命した。この連鎖が勝敗を決定したのだ。第13章アフターアクションレビュー。勝った側さえ疲弊する内戦の実情。グリプス戦役を連邦軍作戦士として総括すると、敗北したのはティターンズだけではない。連邦そのものが軍を作り直す力を失った。ティターンズは恐怖で統治する装置としては完成度が高かったが、その強さは外敵ではなく同胞へ向けられた戦局推移を強引に一本の線にまとめるなら、転換点は5つある。第1に30番地事件でティターンズは統治手段としての虐殺を学び、同時に連邦は民衆の支持を失った。第2にグリーンの秋州で内戦を可視化した。第3にグリプス2のゼダン移設で戦争は艦隊戦から戦略兵器戦の争奪戦へ変質した。第4にダカール演説でエウーゴは政治の足場を得て、ティターンズは撃てば撃つほど孤立する袋小路へ落ちた。第5にメールシュトローム作戦でエウーゴは最終的に兵器の主導権を握り、軍事的決着を強制できた。だがその決着は勝者の心身と制度を同時に摩耗させ、次の戦争の種を温存した。一方でエウーゴは正当性を奪い返すことに成功したが、代償として政権運営の体力を失う。戦場で最も働いたのは少数のエースと少数の艦隊であり、彼らは勝利と引き換えに消耗し尽くした。結果としてティターンズ壊滅後に必要だった連邦軍の統制再建、スペースノイドへの制度的な救済、企業と軍需の癒着の整理に十分な手が回らない。そこへアクシズが入り込み、戦争は別の顔で再開する。連邦軍の観点では最も致命的だったのは指揮系統の二重化だ。ティターンズが正規軍の顔をして別の命令系統を持った瞬間、前線は同じ制服で撃ち合い、後方は同じ箱の物資を奪い合う矛盾に陥る。グリプス戦役は軍事組織を増強するときには権限の上限と監督の仕組みを同時に設計しなければ、軍事力が増えるほど国家が壊れることを示した。そして戦略兵器は勝利の道具であると同時に政治の道具でもある。コロニーレーザーを握った側は強く見えるが、撃てば敵を増やし、撃たねば脅しが空振りする。故に最終的に問われるのは兵器の性能ではなく、撃たずに済む秩序を作れるかどうかだ。つまりグリプス戦役の教訓は、勝利条件が戦術や兵器の外側にあるという一点に尽きる。戦争の勝敗は敵を倒すことよりも、勝った後に国家を回せる設計を残せるかで決まる。グリプス戦役はそれを示したが、同時にそれを実行できないほど地球圏が疲弊していることも暴いた。だから宇宙世紀は次の戦争へ転がっていったのである。